あのまんまのらりくらりやってたら、多分下手したらもう10億もいってないと思うんですよ。今回なんですけど、モンジ社長って一代でアップル社を大企業に成長させたと思うんですけど、そんなモンジ社長が考えるその目標設定のコツを教えていただけるとありがたいです。まず目標設定って何が大事ですか？なるべく大きい目標をなるべく長い時間軸が大事かなと思います。で、ちょっと僕は人と考え方変わってるかもしれないですけど、目標は達成できないぐらいがいいと思います。達成できないぐらいってじゃあどのぐらいなのって人の価値観も線引きもあると思いますけど、とにかくできるだけ長い時間軸、できるだけ高い目標を持つっていうのをやって、例えばその長い時間軸で、僕だったら当初24の時に自分が50歳になった時、26年後に日本で一番の引っ越し会社になる。で、日本で一番ってなんだろうなって、一旦売り上げが分かりやすいかと。当時一番だった会社が約490何億とかあったんで、よし500。自分が24歳の時に、まだ年商3億ぐらいだった時に作ったんですよ。普通の人で考えたら、まだ会社やって3年で24歳の若造で、まだ3億ぐらいしかやってない人が、いきなり日本一の引っ越し会社になるとか、500億やるとかっていうのは、アホかと。何言ってんだ、こいつ頭おかしくなったんじゃないのみたいに言われるわけですけども、別にどうでもよくてそこなの。で、その結果、もちろんその当時思い描いた、要はそのフローでは、推理は言ってません。ですけど、それを立てなかったら、今のここまでも行ってないっていうのは、実際の経験なので、人によっては、僕10年なんですけど、10年で、じゃあ本当に500億いけるのかとか、日本一になれるのかって言われた時に、まだまだ頑張んないといけないなと、もう全然足りてないなとは思うんですけど、でも仮にその目標なかったら、あのまんまのらりくらりやってたら、多分下手したらもう10億もいってないと思うんですよ。それはやっぱ目標を高く持つことによって、どうしたらこのもっと上に行けるかとか、どうしたらこれが解決されるかとか、どうしたらこの規模になった時にうまくいくのかとか、常に考えるから、結果、思った通り言ってなくても、それなりの結果にはなってるんですよね。でもとにかく言いますけど、目標は低かったら、その時に僕はだから10億目指しますとか言ってたら、多分10億いってるかいってないかぐらいとかで、多分今もいる可能性がある。これは本当に思うんですよ。だって10億は目標だから、10億になるためにはどうしたらだから、もう3億から20億なんか延長線上じゃないですか。延長線上のフェイスブックじゃん。だとしたら既存のことを粛々とちまちまと、言い方ですけど、やってたら10億いくんじゃないかと思って、はい、ちまちまやってますということになりかねなかったと思うんですよね。なんで、僕はもう人生においてもそうですし、仕事においてもそうですけど、ほとんど目標達成したことないです。それが考え方は違うかもしれないですけど、でも結論その目標達成することが別に目的じゃないじゃないですか。例えばじゃあ子供の学校の点数がと、赤谷先生ばっかりでもなんか超頭悪くて学校の点数10点20点しか取ってこない子供がいますと、今ここですと。じゃああなた10点20点だからこれを30点にするためにどう頑張ろうかってやるパターンと、これ10点20点だから無理だと言わないでもう100点取れやと、ここを目指して頑張ろうとやったとしますと。で最初の子は30点目指して目標達成しました、31点取れました、それはそれで素晴らしいですよっていうのと、後の子は100点目指してめちゃめちゃ頑張りました、でも70点でした、目標は達成してません、どっちがいいですかと。僕は圧倒的に後者なんですよ。だって31点と70点の結果ですよね。会社で考えたらじゃあ31億と70億の結果だとしたら絶対70の方がいいじゃないですか。でもこの70って100点を目指して頑張ってなかったら多分70取れないんですよ。でも最初の子は10点20点から30点を目指してるから30点をどうしたら取るかばっかり考えるじゃないですか。結果31点達成したんですけど結果31なんですよ。これどっちがいい悪いはないんですけど、でも会社経営に考えたら僕の考え方としては結果31よりも70がいいから、だとしたら目標達成できなくても結果が出る方がいいと。やっぱりとんでもない目標を考えたりとかすると、あの手はできないかこの手は作れないかとかっていろいろ考えるわけですよね。考えるしやるので、その結果がやっぱり結果としては高いという風になるんだと思うんですよ。僕はずっとそういう考え方をしてきたんで、目標達成したかしてないかって結局自分への話と、それこそサラリーマンだったら上司とか会社がどう評価するかだけじゃないですか。僕にとっては別に誰からどう思われるかどうでもいいんで、とにかく自分として少しでも高い結果を出したい、自分として決めた目標に近づきたい、達成したいだけの話なので、僕の考え方としては目標は達成できないぐらいでいいんですよ。逆に達成できるぐらいの目標を組むっていうのは自分にとっては別に何もいいことないですよ。自己満なだけなんで。なのでいかに高い結果を出すためにどういう目標を設定するかっていうだけです。だからすごい矛盾しますけど、バンとでかい目標を立てて達成できるかできないか分かんない、でも達成したい、できると思っていっぱいいろいろ考えます。結果達成できないかもしれないけど、達成できないと思って諦めずにちゃんと達成できると思って達成しようと思って考える、行動する、その矛盾がやっぱり大事だと思うんですよ。
なるほど。改めてになるかもしれないですけど、当初ってこうどういう目標設定とかってされてたんですか？なので先ほど言ったように、はい。会社を作ってから3年後にいろいろ悩んだ時にちゃんと目標を作ろうと思って、ですから2009年僕24歳、その時の売り上げが3億ぐらいの時に2034年自分が50歳の時だったんですよ。26年後に日本一の引っ越し会社になる。で日本一の引っ越し会社とは何だっていうことで、その当時はじゃあ一番売り上げ分かりやすいかなと思ったんで500、これを自分が50歳の時に達成するっていう目標を作ったんですよ。そういう結果としてはどうなったんですか？今まだ途中なんで。途中でも先ほども言ったようにこれもですから500億を2034年にやるんだとしたら、いつの時点でこのぐらいって当然マイルストーン置いていくじゃないですか。はい。でその曲線ストーリーからするとめちゃめちゃビハインドしてます。なんで全然予定通りいってません。しかしその目標を立てなかったら今の数字もできてないと思います。先ほど高い目標を持つことが大事っておっしゃってたと思うんですけど、アップルさんの社員さんってどういう目標を持った方が多いとか、あと目標に対してどういうモチベーションを持っている方が多いとかってありますか？でも現場サイドからすると多いかどうかはちょっとちゃんと計測しないんであれですけど、やっぱりやるからには支店長にはなりたいとか部長になりたいとか、そういう人はいると思いますけどね。自分が喋ってるさっきのは、起業家としてとかそういうレールを目指すような人とかっていう観点ではすごいいいと思いますし、働いてる従業員とかからした時に結構でもうちも意外と多いのが、目標を何を設定していいか分かりませんとか、目標ですかって黙っちゃうってやつ結構多くてですね。でもそういう時も一緒ですかね。他の人から見て大きいか小さいか置いといて、自分の中でちょっと無理してやっぱ作ればいいと思うんですよ。例えば現場のスタッフだったら、例えば NPS ってそのお客様の満足指標みたいなのをで1位取るんだとか、それこそ運んだ荷物量とかのランキングで1位取るんだとか、おすすめは何でもいいから一番取れるものをピックして頑張る。そこから始まる。最低限やっぱりいろんなものに関して決められたその基準というかはクリアしつつ、1個でいいからとりあえず1位を取るということを頑張って設定したらいいと思うんですよね。僕も常にだから負けず嫌いなのもありますけど、やっぱりどうせやるんだったら自分が一番取りたいなっていうのはあるんですよね。でもやっぱり本当に優秀なやつは優秀だし、結果出せるやつはいるんで、ほとんど負け続けてます僕は。だけどもその中でもやっぱり大事なのは、何かで一番取りたいなっていうのはやっぱ気持ちは捨てない。結構捨てちゃうやつがいるじゃないですか。俺に1位なんて無理ですよみたいなね。こうなった瞬間にもう終わりなわけですよ。だって何も頑張んなくなっちゃうから。だとしたらやっぱ何かしらいろんな指標をそのためにも出してるんで、いろんな指標のどれかなのか、この指標の年間なのかマンスリーなのかとか、とにかくどっかで1回1位取ったら、俺でもやったら1位取れるんだっていうのが自信になったりするので、負け癖がやっぱ一番良くないから、そういう意味ではそうですね、ちょっと無理して何らかの指標で自分が一番できますっていうものを見つけて設定して、それに向けてとにかく1回頑張るということはすればいいんじゃないかなと思うんですよ。もし会社に指標がなかったら自分で作ってもいいと思います。僕例えば営業だったら売上1位とかっても会社でもね、わかんない、表彰されるかもしれないけど、受注率が1位なのかとか、アポに行った件数が1位なのかとか、一番提案資料書いたんだとか、なんでもいいんですよ。探せばいいし作ればいいですよ。それができたらある意味これが成功体験かもしれないですけど、自信になるんで、そしたらやればできるってことが証明されるわけですよね。それを応用していくだけなんで、そういう設定がね大事かなと思いますけど。ちょっと話長くなっちゃいますけど、僕が普通に社長じゃない時にどういう目標を設定してたかなと思うと、例えば現場始めた時は、自分が一番この会社のこの視点で自分が一番現場できるを目標とか、昔だと大きなトラックに乗ることが、いわゆるだから仕事ができるって話だったんで、4トンドライバーになるとか、そんなのをだから場面で考えて、それをやるためにどうしたらいいかなと思ってずっと繰り返してたんですね。目標設定した時に高い目標で、例えば今のままじゃダメだみたいな折れかけそうになった時って修正し直す方がいいのか、それとも無理してでも割とちょっと頑張った方がいいのか、それってどっちですか？その目標をどこに設定してるかによると思うんですけど、例えばだから1ヶ月間の目標を残り1週間で達成が絶望的ですと、こんなパターンですかね。もう絶対やっても無理じゃんみたいなことですよね。はい。僕はでも目標を下げることはしないですね。だってそれこそ達成するための目標じゃないですか。それ下げたら
それって何の意味がありますかって僕は思うんですよ。結果は1円でも高い方がいい、1件でも高い方がいいっていうものだから。だとしたら別に目標達成できないって折れるんじゃなくて、とにかく目の前、じゃあ1円でも高く、1件でも高く目標に近づけるためにはどうしたって全力を尽くしますっていうのが一つと、じゃあ今月なんで達成できない見込みになってるのか、来月達成するためにはどうしたらいいのか、次を考える。この2つ多分思考なんですよ。それ折れてる暇ないんですよ。だから多分折れるっていうのはよくわかんない。それこそ月間でそう思っても、年間の目標に対したらとか、長期の目標に対したら、通算での達成を考えたら、1円でも高い方がいいじゃないですか。で、頑張るのは当たり前だし、そのまた長い時間軸で考えるっていうのはそこかもしれないんですけど、長い時間軸で考えたら今月達成できたかできないかも大事なんですけど、じゃあこの次どうやって達成するかどうかが大事じゃないですか。さらに結果出すためにどうしたらいいのかって考えることが大事だから、そういう風な思考になるだけで、いちいちその1ヶ月達成できないことをうようよやってる余裕がない。そんな暇ない。無駄。とにかく今最大限の結果を出すためにやれることをやるっていうことと、次どうするんだと考える癖、習慣があれば、そう折れてる暇ないです。それはだからもう一回言いますけど、時間軸が短いからですね。今月の目標を達成すればいいと思って今月しか見てないからですよね。年で見てたら来月も再来月もじゃあこれをどうリカバリーしようって考えるわけなんで。だから時間軸長くなるべく目標を作った方がいいと思いますよっていうだけの話ですよね。やり続けてればリカバリーチャンスはいくらでもあるんで、やめたら未達成でやれなかったやつで終わりなんで、そういう思考です。そしたら最後になんですけど、改めて目標設定のコツってところをモンチ社長のところで教えていただけたらと思います。そうですね。まとめますと、なるべく高い目標、そしてなるべく時間軸的には先の目標を作ることが大事。で、目標は達成できないぐらいの目標を立てるのが僕は大事だと思う。でそれを逆算して考えるし、今現状とのギャップも考えながら、どうやったらそれを達成できるのかっていうのを結構考えることが、その人にとってとか、高い結果を出すためには最も重要かなと思いますと。なので、なるべく高く、なるべく遠くで頑張りましょう。Apple ではですね、ぜひ高い目標と遠い目標を持つ、やる気のある若い人はいつでも大歓迎ですので。そんなことを語り合いながら実現に向けて共に頑張っていける仲間を作っていきたいと思ってますので、ぜひ興味持たれたらよろしくお願いします。今日も動画見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは対談、研修、現場の様子、引っ越しに役立つ情報、あとは社会人としても役立つ情報等々いろいろ発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また最後にこの動画もぜひいいねよろしくお願いします。今日はありがとうございました。